こんにちは。はい。今日はついにエスパちゃんというか、カリナのトレカの収納をしようと思います。なんとですね、最後にトレカ収納をしたのがウィプラッシュ機なんですけども、そこからダーティーワークリッチマンと一度もトレカ収納しておりませんでした。そして初めての試みなんですけども、カリナのね、トレカを一旦全部出してきました。こんだけ持ってました。で、これをですね、今日は全部収納していこうと思っております。多分めっちゃ長い動画になっちゃうと思うんで、この間のマイ Vlog で募集した質問にも答えながら収納していこうかなと思っております。はい、そしてこのトレカね、出したついでに全部数えてみたんですけど、なんとこのトレカ、カリナの分だけなんですけども、合計724枚ありました。いやー、めっちゃ多い。いつの間にかこんなにも溜まっておりました。しかも、私実は100枚ぐらいはもう手放してるんですよね。なんですけど、まだこんなにいっぱいあって、めっちゃ驚いております。早速収納していこうと思います。最後までよかったら見てってください。はい。そして、バインダーなんですが、この5冊に収納しております。実はウィプラッシュ機に銀色のバインダーを使ってたんですけども、幅が狭くてですね、あんまり入らないんで、ちょっと使うのをやめて、この5冊を使っております。で、まずこれが一番初めのバインダーなんですけど、こちらから収納していこうと思います。はい、こんな感じで全部抜いてますね。で、リフィルは入れてます。はい、まずブラックマンバのトレカから始まります。ちなみになんですけど、私のトレカの収納の仕方については、アルバム系のトレカを入れるものと、ポップアップとか、協賛系のトレカを入れるバインダーを分けております。で、そんな風に分けてるんですけど、それぞれのアルバムのトレカであったり、ポップアップのトレカで、なんかアルバムの衣装を着てるトレカがポップアップのトレカであったり、逆にポップアップの衣装とかで着てるものがアルバムのトレカになってたりするんですけど、そういう時は、その衣装に合わせてバインダーを振り分けています。なのでちょっとだけトレカがね、あっち行ったりとか、こっち行ったりとかしたりもしています。そしてトレカの入れる順番なんですけど、基本的には時系列順に入れてるんですけど、4面揃えたいやつとか、8面揃えたいやつとか、それぞれあるじゃないですか。そういうのは、そっちを優先したいので、ちょっとだけ時系列がずれてたりもします。早速、Life is too short まで終わりました。はい、ここからはマイワールドです。で、ここからちょっと質問にも答えていこうかな。エスパで一番好きな曲は何ですか？これはですね、もう昔からずっと変わらないんですけど、サルティスイートが一番好きです。なんか一番エスパらしい曲とまではいかないんですけど、なんか私的にすごいちょうどいい感じがする。なんか言葉には表せないんですけど、ちょうどサルティスイートですね。すごく好きな曲です。
あとはアルマゲドンとかサベージとかも好きです。まあちょっと癖のある曲が好きですね。次の質問が、好きな MV は何ですか？これはね、アルマゲドンです。やっぱりあの MV を見た時の衝撃はすごかったですね。CG とかの使い方もすごいし、世界観がとにかくやばいじゃないですか。基本的にアルマゲドンが好きっていうのもあるんですけど、アルマゲドンはやっぱり MV 含めて 100% 完成する曲だなって思ってるので、一番好きな MV はアルマゲドンです。はい、1冊目終わりました。ちょっと最初から見ましょう。はい、こんな感じです。はい、そしたら2冊目いきます。このね、バインダー、中国の作家さんかなのものなんですけど、めっちゃ入って大好きなバインダーです。で、このバインダーはドラマから始まります。で、もしかして気づいた方いらっしゃるかもしれないんですけど、前までね、封入トレカ、実は4面集めてたんですよ。ダーティーワークのトレカとリッチマンのトレカも4枚ずつね、カリナ集めてたんですが、ちょっと冷静になってみたときに、その封入トレカだけでめちゃくちゃ幅を取ってるなっていうことに気がつきまして、これからね、まだまだ活動が続くことを考えたときに、これはもう1枚だけ集めるのに戻さないと、本当に収納する場所がなくなってしまうなと思って、1枚だけ集めることに戻しました。まあ本当はね、やっぱり4面揃った時、同じビジュアルで、その光景ってめっちゃ幸せなんですけど、トレカオタクとして。まあなかなかの選択っていう感じです。すでにもうトレカはね、ほぼ手放しました。で、次の質問いこうかな。カリナの一番好きなスタイリングは何ですか？これはちょっと難しいね。どれも好きなんですけど、基本的にはこういった黒髪ロングで前髪ある時とか、あとはオールバックしてる時とかが結構好きかなという感じです。黒髪のロングが好きですね、基本的には。衣装だと、さっき話してたサルティー&スイートの衣装めっちゃ大好きで、あのトレカとかは結構よく持ち歩いたりします。あとは、ガールズの時のすごい重めパッツンの紫の髪型してる時のスタイリングとかもかなり好きですね。
あと、そのトレカで言うと、やっぱちょっと個性的な衣装の方が、トレカになった時に、なんか映えるし、集めがいがある感じがするので、シンプルな衣装よりかは、ちょっと派手めな衣装とか着てる時がトレカになるとすごい好きかもしれないです。はい、ドラマが終わりました。次がアルマゲドンですね。じゃあ次の質問いきます。トレカは全部自分用ですか？はい、自分用です。多分これって質問してくれた意図としては、他のメンバーとかも毎回開封紹介みたいなのしてると思うんで聞いてくださったと思うんですけど、カリナは全部自分用です、基本的に。で、他のメンバーは共同購入でお譲りしていたり、まあもう共同購入が埋まらなかった時とかはメルカリで手放したりとかでやっていってます。なので、共同購入で他のメンバー分も購入しているんですかっていう質問もね、来てたんですけど、他のメンバーも購入してるんですかっていうよりかは、全部買って逆に共同購入を開いてるっていう感じですかね。で、この質問の中で、共同購入や交換はどうやってしてますかって聞いてくださった方がいるんですけど、多分ね、皆さんと同じで X とかで共同購入を募集したりしています。あとはね、海外の友達が何人かいるんで、その友達と日本のアルバムとかだったら一緒にっていうよりかは、他のメンバーを譲ってあげたりとかしてるっていう感じですかね。まあでももうエスパはね、どうだろう。共同購入も開かずに眠ってる他のメンバーのトレカとかは正直めちゃくちゃあります。なんか4人だし、なんかそんな急いで手放さなくてもいいかなとか余裕こいてたりしてたら、もう共同購入も忘れてたりしてて、ただただ私のタンスの肥やしになっていることは否めないですね。はい、ここからリプラッシュです。ここがあれですね、ホットメスでリプラッシュ始まりました。好きなスタイリングでいくと、このスタイリング結構好きでした。そうだ、忘れてた。このヘアバンドがさ、カリナがつけてるの結構珍しいから、これもそうなんですけど、リプラッシュ機はよくつけてるね。
好きなスタイリングの一つです。このトレカさ、KMS のトレカなんですけど、ラッキードローかなだったんですが、なんかね、あともう一回後に、最近、半年前ぐらいかなにあったラッキードローがあるんですけど、それがまだ届かなくって、まだかなーって思いながら待ってます。まあそもそもさ、もう1年経った時点で、ウィプラッシュのラッキードローを出してるんですよね。もうどういうことっていう感じですよね。で、こんなにさ、今、待ってるから、1年半かな ?1 年半以上だね。ウィプラッシュのトレカを待っています。そんなこんなで、終わりました。では最初から見ていきましょう。はい、2冊目が終わりました。はい、ついに3冊目です。このトレカバインダーは初登場かと思うんですけど、これね、実は結構昔、ゆでん .com さんっていう、こういうトレカバインダーとか、リフィルとか、台紙とかを売ってる雑貨店があるんですけど、そちらのお店からプレゼントいただきました。で、このリフィルはゆでん .com さんで買ったものではなくって、9点で買ったものだったかなと思います。まあ基本的にリフィルは9点の日和文庫みたいなところと、あとは中国のサイトとかで購入したりすることも多いです。ダーティーワークからですね、初めてトレカ収納していこうと思います。いや、ほんと、1年経ったね。で、これが、バインダーがね、こんな感じで半透明なので、ちょっと4面で揃えれるビジュのものを手前に持ってきました。で、さっきの話の流れでいくと、トレカリフィルはそういう9点とか中国のサイトで買ったりすることが多いんですが、トレカスリーブについては、まあ、何回か言ったことあると思うんですけど、ポップコーンスリーブっていうね、なんかブランドっていうのかな、トレカスリーブのメーカーがあるんですけど、そこの紫色のパッケージのものをいつも使用しています。で、これも昔言ったことあるんですけど、アリエクとか、なんかシーンとかかなで、よくそのポップコーンスリーブがすごい安い値段で売ってるんですけど、多分それはね、偽物だと思う。さすがにその値段で出回るのは無理だと思うんだよな。ダーティーワークね、初めて収納するんですけど、多分気づいた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、動画でね、紹介してないトレカも全然あります。もうね、ちょっと前、動画撮るのがめんどくさくなってた時期があって、その時は撮らずに確認してた
時があったんで、多分見たことないトレカがあるんじゃないかなと思います。はい、ダーティーワーク終わりました。ダーティーワークもね、トレカ多いね。はい、ここからリッチマンです。次の質問いこうかな。次は、お結構あれですね。赤裸々な質問ですが、稼ぎは何ですか？稼ぎは何ですかと来ております。こんだけトレカ持ってたり、グッズとか買ってたりして、不思議に思われるのかなと思うのですが、本当に本当にただの会社員です。多分ね、なんだろう。他に趣味がないからお金をかけれるっていうのもあるし、皆さんっていうか働いてる方はある程度共感してくださるかなって思うんですけど、普通に会社員してればこれぐらいのトレカの量なら全然買えますよ。なんていうのかな、トップグループのナムジャの4トンとかペンサとか言ってる人たちはマジで一体どこからそのお金はっていう感じなんですが、こんな感じでトレカ集めたりグッズ買ったり、あとライブ国内外 1,2 公演ずつぐらい行くぐらいは全然普通の会社員でも余裕でできます。学生の時とか考えたら、なんかこんな生活どうやってすんのって思うと思うんですけど、でもね、意外とね、うまいことやればオタクって結構楽しめますよ。はい、ここでリッチマン終わりなので、アルバムのトレカ収納終わりましたね。はい、こんな感じです。で、ここからはレモネードの予定ですね。楽しみだ。カムバの前にね、収納できて本当に良かったです。てか、このバインダーマジでおすすめだわ。めっちゃね、幅が太いんですよ。普通のこういうタイプのバインダーに比べて。なんで、めっちゃトレカ集めてる人にとってはいいと思う。はい、次は、やっとポップアップとか MD 系のトレカの収納に入ります。このバインダーは昔から使ってるクロミちゃんのバインダーですね。これ可愛いんだよね、大好き。で、このバインダーのレフィルはもともとついてたものを使ってるので、他のやつとはちょっと違います。はい、まずね、この SMCU の2021年ですね。うわ、めっちゃ前だね。このトレカから始まります。なので、あれですね。エスパちゃんのアルバム以外のアルバムトレカ
もこっちのバインダーに収納してるっていう感じです。で、今後でさ、悩むのがさ、エスパちゃんのアルバム以外のもののアルバムトレカはこっちに入れてるじゃないですか。なんで、もしね、アイリーンスルギ、スルみたいに、ユニットが来てアルバムをもし出したとき、どうしようかなと悩んでいます。まだまだね、あるかどうかもわからない、ただの妄想なんですけど。さあ、ゴッドザビートに入ったところで、次の質問に行きます。SM オタクだけど、最初はどのグループから入りましたかと質問が来ています。これはね、皆さんご存知だとは思うんですけど、私は、超 SM オタクですね。SM オタクの中でもヨジャドルが大好きなんですけど、実は入りはですね、私は東方神起です。東方神起って日本だと K-POP っていうよりかは、J-POP っていう感じで、特に昔はもっとその色が強かったんですよね。で、なんかテレビ番組とか見てて、ユノとチャンミン2人になった時にから好きなんですけど、2人がね、Y でカムバックして日本でも曲を出した時に好きになったっていう感じです。で、そこから流れで動画とかを漁ってたりしてたら、スーパージュニアであったり少女時代とかも好きになってみたいな感じで、どんどん SM の沼に陥ったっていう感じです。で、東方神起自体はそうだな10年ぐらいは推してたかなと思います。一番好きなグループとして。で、なんかエスパーが好きになったぐらいからあんまり東方神起に昔みたいな熱はなくなったっていう感じですね。はい。で、次が SM 以外に好きな事務所はありますか？好きな事務所ね、ないかも。その事務所単位で考えた時に、やっぱりなんか圧倒的に SM が好きで、ファミリー感とかそういうのが一番好きなので、他の事務所は事務所として好きな事務所っていうのはないですね。でも他の事務所のアイドルももちろん好きですよ。皆さんご存知だと思うんですけど。で、来てるのがエスパハトハ以外の推しはと質問が来ています。これはね、普通にレトベル好きだし、イズナも好きですよね、もちろん。で、ニュージーンスもめっちゃ大好きです。基本ヨジャグルが好きですね、私は。ラムジャグルはもうね、何年も好きになってないですね。
あ、でも、あれか。ライズは久方ぶりにデビュー時好きになりましたね。まあ、ライズっていうか、タロちゃん、翔太郎がめっちゃなんか刺さって、その時好きになりました。で、ナムジャで好きなグループありますかっていう質問も来てたんですけど、今ね、好きなナムジャのグループは一つもないです。ライズはね、まあ、タロちゃんは変わらず大好きなんですけど、あと東方神起も好きなんですけど、推してはないって感じです。ファンクラブも入ってないし、まあなんか、SM タウンで見るぐらいがちょうどいいかなという感じですね。はい、終わりました。このね、トレカバインダーが実は一番トレカが入ってます。確か、190枚ぐらい入ってます。はい、ついにカリナのトレカバインダーラストです。じゃあ、あともうちょっと質問に答えていきますね。これは質問というよりかはお悩みなのかな。収集癖があってトレカをすべて買わないと気が済まないです。どうしたらやめられますかと質問が来ています。このさ、質問主さんさ、MBTI 何なんだろう。私さ、ESTP なんですけど、ESTP ってめっちゃ収集癖あるんですよね。で、私めっちゃ収集癖あるんですけど、実際。でもね、熱しやすく燃え尽きやすいタイプでもあるんですよ。なので、まあトレカに限らずね、なんか集めたりすること結構好きなんですけど、結構私はある程度のとこまで集めてしまったら満足して集めるのをぱったりとやめるタイプではあるんですよね。なのであんまりその悩みがないんですけど、でも最近ね、まあそれが関係してるのかわからないんですけど、カリナのトレカをちょっと我慢できるようになってきてるんですよね。
まああとはあれかな、最近同じようなさビジュアルのトレカが多いから我慢できるようになってきたっていうのもあるのかも。なので収集癖が発揮されてる間ってまだ自分の中で満足しきれてないのかなって私は思うので、満足しきるとこまで集めきって、でその結果収集もういいかなってなる瞬間がそのうち来るんじゃないかなと思います。私はそうです。なのでちょっとね、カリナのトレカも手放したりしてるんですけど、まあ無理にそんなやめる必要性ないのかなって思います。なんか昔のさ、自分の持ち物とかさ、小学校の時使ってたなんかメモ帳とかシールとかプロフィール帳とかなんかそういうのを集めてたりしてたじゃないですか。同じぐらいの世代の人はわかると思うんですけど、そういうのってなんかまあ捨てちゃったやつとかもあるけど、残ってるやつで今見た時にすごい思い出に浸れるものだなって思うし、その時その時に自分が大切にしていたものっていうのが振り返れるから、まあ自分のねお財布に悪影響が出てない限りはやめなくていいんじゃないかなって思いますそれにね、いつ人って死ぬか分かんないからね。お金さ貯めてても仕方ないですよ。まあ何かあった時に最低限生きていけるような金額を貯めるっていうのは必要だと思うんですけど、いいんじゃないかな。はい、あと残りこれだけですね。やっと終わりそうです。ちょっとまだあるんで一つか二つ質問答えようと思います。2026年のサイン会参加予定はありますか？サイン会はどうだろう。日本のお冬部系でサイン会があるグループ、例えばハト派であったりイズナとかがカムバすれば多分行くと思います。でまあそうだな、エスパちゃんはまあお冬部系は行かないかな。だいたいミーグリとかなんでね。ホットメスのねシングル出した時に初めて対面サイン会があったんですけど、まあそれは行ったんですが、そういうのがない限りはエスパちゃんのそういうサイン会とか4トンとかは参加する予定はないです。だけどあれですね、まあショートとか見てくださってる方は知ってると思うんですけど、ハト派のエイナのね4トンは半年ぐらい前から何回か参加してるんですけど、もうすぐ多分ハトハちゃんもカムバが来ると思うんで、その時に4トンがあれば、そうだな、まあ月に1回か2回ぐらいは4トン参加するんじゃないかなと思います。もうあとちょっとだね。質問は一旦ここで終わりになりそうかな。
よし、終わった。はい、最後見ます。はい、こんな感じです。ついに収納が終わりました。で、最後にトレカ系の質問が2個ね、来てたんで、それに答えて終わりにしようと思います。まず、カリナのトレカで、一番高額なものは何ですかって来てます。一番高額なもの、どこの視点で見るかによって変わってくるんですけど、一つは決まってます。手に入れるために一番お金を使ったトレカっていう面でいくと、これですね。アメリカのフェスでゴブボールだったかなっていうのがあるんですけど、そこで800パック限定で販売されたランダムトレカのカリナです。トレカ全部集めるっていう気持ちでいた時期だったんで、すごいお金をかけて手に入れました。確かね、アメリカのオークションサイトかなんかで落札して手に入れたトレカで、あとそのアメリカのサイトなんで代理店も使ったんで、そのお金も結構かかったんで、かなり手にするまでにお金がかかったトレカですね。今はね、ちょっとレート下がってるんですけど、それでも結構高いトレカです。しかもこれは800パックって言ったんですけど、それぞれのメンバーで2種類ずつあるわけですね。つまり8種類あるんですけど、この1枚が100枚しか世界にないっていうことです。なのでこの100枚限定のね、トレカです。多分希少性で言ったらこれが一番かな。あ、でも待って。もう1個あるわ。この SM30 周年のファンクラブに入っている人の中で抽選が行われたトレカですね。これが一体何人に当たったのかはわからないんですけど、多分かなり出回りは少ないと思います。カリナのね、トレカはね、今でも1万超えのレートのトレカっていうのたくさんあるんで、今収納したトレカたちの中にも10枚以上は1万超えてるレートのトレカがあるんじゃないかなと思います。はい、そして最後、カリナのトレカの中で一番好きなものは何ですかって来てます。うわ、これね、めっちゃ難しい。ちょっと何枚か持ってきます。はい、全然ね、厳選しきれなかったんですけど、何枚か持ってきました。まずは、最初の方に言った一番好きなサルティー&スイートの衣装を着てるカリナ。このトレカ大好きです。これが大阪カリナと呼ばれてるトレカですね。これがね、ハイパーラインの時にカリナが大阪のアリーナツアーで難波かどっかの自販機の前で撮ってる写真なんですけど、思い出がすごいあるっていうとこで、このトレカが結構好きです。カンヌの参加した時のトレカですね。これはね、メイクといい、何ですか、カリナにしか似合わないスタイリングって感じがして、これはめっちゃ大好きです。これが、ドラマの時期のクロミちゃんのカチューシャをつけてるカリナです。で、アルマゲドンだとこの2つ。これはね、海外の封入のトレカで、これも UK かなの封入のトレカです。これもね、日本に来日した時の美女なので大好き。これがウィプラッシュのトレカですね。これがなんかのサイン会の時のトレカかな。で、これはラキドロかなんかだったと思います。これもね、めっちゃなんか綺麗で好きです。で、ダーティーワークだとこれが一番好きです。動画を見てくださってる方は知ってると思うんですけど、海外のアルバムの封入で地引きしたトレカです。思い出もあるし、ビジュも最強って感じで大好きなトレカです。
で、アルバム以外でいくと、こちらが SM ターンの封入トレカですね。これはまあ全然自引きできなかったんですけど、このスタイリングも私大好きなんですよ。なので、このスタイリングの中のトレカだと、これが一番好きかなーって感じで持ってきました。2023年かなの時のシーグリのラントレです。ドアップでね、めっちゃ可愛いんですよ。しかもバレーコアっていうエスパちゃんの中では珍しいコンセプトなので、好きなトレカです。パラレルラインかなのアンコンのラントレかなのカリナです。なんかさ、めっちゃ可愛くない？単純に好き。だし、なんかラントレでそんなに高くないトレカだから持ち歩きやすいっていう面も含めて好きなトレカです。で、これが、カリナのね、センイルパーティーに参加した人に配られるトレカなんですけど、私実は先輩行ってきたんですよね。で、もらったトレカで、まあカリナの初めての先輩に参加できて、すごい楽しくって感動したっていう思い出補正もあるからこそ好きなトレカっていう感じです。これが私の好きなトレカたちですね。まあ、他にもいっぱい好きなトレカがあるんですけど、まあ持ち歩くとしたらここの中から持ち歩くことが多いし、なんか思い出とかもあるトレカが私は好きっていう感じです。はい、こんな感じでトレカ収納今日はやってみました。めっちゃ長い動画になってると思うんですけど、最後まで見てくださりありがとうございます。でですね、実は、他のメンバーのトレカとユニットとか団体のトレカもあるんですけど、それはちょっと別の動画にしようと思ってます。では皆さん、本日も最後まで動画を見てくださりありがとうございました。またすぐエスパちゃんね、レモネードでカムバックするので、そのアルバム開封動画も出そうと思ってるので見てください。バイバーイ。